回の動画はシーズン5でのユニット調整について触れていきたいと思います。新機体、新イベントなどについては今回の動画では触れませんのでご理解ください。今回の調整の意図としましては、まず1つ目が単発の射撃を行うユニットのメインウェポンを当てやすくなる調整。そしてもう1つが機動力のある格闘ユニットと比べて機動力が低い縦ユニットの操作難易度の緩和を目的とした調整の2つみたいです。今回調整されるのはマラサイ、ガンダム、ジム、サザビー、ハイペリオンガンダム、ガンダムエクシア、ガンダムバルバトス、ガンタンク、ターン A ガンダム、アッシマー、メタス、ジムスナイパー2、ガンダムデュナメスの14ユニットとなっています。この中でもちょっとした調整から大幅な調整に分かれているので、ちょっとした調整の機体はさらっと見て、大幅な調整がある機体は詳しく見ていきたいと思います。まずはマラサイ UC から見ていきます。マラサイはメイン攻撃のライフルの弾の大きさが5から8になり当てやすくなって、フェダーインライフル、ビーム刃のモーションが変更されました。で、この変更されたモーションが公式様の方で公開されていたので、こちらの方をご覧ください。で、このモーションが変更されたことにより、当たり判定が左右に大きくなったみたいで当てやすくなるみたいです。次にガンダム。ガンダムはメイン攻撃のビームライフルの弾の大きさが5から8になり当てやすくなりました。次にジムです。ジムはブーストステップ後にブーストゲージ回復までの時間が 0.5 秒から 0.33 秒になりました。そしてシールド使用中のブーストゲージの回復速度が 45% から 100% になり、メイン攻撃のビームスプレーガンの弾の大きさが5から8になり当てやすくなりました。サザビー。サザビーはメイン攻撃が一発26から24ダメージに下がって、これ合計ダメージにすると、ヒットショットを含まない体だけに当てた時の最大ダメージが416から384ダメージに下がることになります。そしてビームトマホークのクールタイムが7から9秒に、ホーミングブーストのクールタイムが8から10秒にとなっていて、かなり弱体化が入ることになります。ハイペリオンガンダム。ハイペリオンガンダムは HP が1000から900に、アルミューレ・リュメールの耐久値が2000から1500に弱体化。で、その代わりにブーストステップ後、ゲージ回復までの時間が 0.5 から 0.33 秒に短縮。そしてシールド使用中のブーストゲージ回復速度が 45% から 100% に短縮され、機動力を得る代わりに耐久面で弱体化が入っています。次にガンダムエクシアとバルパトスなんですが、この2機体は同じような調整で、ブーストステップ後のブーストゲージ回復までの時間が長くなっています。この2機体はスサノオの性能にもよりますが、同じ格闘機なので立場的にはもしかしたら苦しくなるかもしれないですね。次に来ましたガンタンクの調整です。ガンタンクはやっぱり弱体化されていて、まず HP が1200から1100になって突進の発動効果時間が短くなり、 G マニューバのコアファイターの必要ポイントが増えました。ですがポップミサイルの火力集中時の発射レートで不具合が発生していたため、これは修正されてレートが少し速くなりました。ターン A ガンダム。ターン A ガンダムは HP が1100から1000になって、メインのビームライフルの弾数が12から10発に少なくなって、フルチャージ時では6発から5発に減りました。で、その代わりになんですが、月光町の必要ポイントがかなり減らされましたね。メインのね、弾数が変わっているとはいえ、月光町のポイントが減るのはね、これどうなんですか？強化なんですかね？ちょっと微妙なところであるんですが、で、あと変更された点はビームライフル関係のモーションが変更されるみたいです。これに関しては公式様の方でも触れられていなかったので、これは見てからのお楽しみとなります。ニューガンダム。ニューガンダムも弾数が大きくなり当てやすくなりましたが、フィンファンネルが無敵状態の敵にマークがつかなくなりました。無敵状態っていうのは、例えば角ザクの死にはせんというスキルなどの時ですね。アッシマはナパームだけに調整が入っていて、クールタイムが12から10秒に減った代わりにダメージの方が下がってしまいました。メタスはタレットのクールタイムが9から12秒になり増えました。次、ジムスナイパー2。で、このジムスナイパー2なんですが、これが結構変更されていて、HP が800から900になっていて、ブーストステップの回数が1から2回になりましたね。これ回数が増えたんですが、その代わりに1回ごとの距離は短くなるみたいです。でもかなり機動力は上がりますよね。次にホバリング時の挙動をアッシマーなどの機体と同様になり、空中にとどまれるようになりました。で、メイン武器の調整では、ブーストゲージを消費することで G マニューバーを使用していなくても空中でエイムができるように変更されるみたいです。で、これには注意点があって、ブーストゲージが一定量ないと空中でエイムをすることはできないみたいです。G マニューバー中は空中でエイムした時にブーストゲージは消費しないみたいです。
最後にガンダムデュナミスは HP が800から900に強化されました。これでユニット調整の方は異常になります。あとマップ調整について触れると、リペアパックの位置が調整されて取りやすくなるそうです。あとは火力発電所の天井の構造が調整され、アッシマーなどの飛行機体で引っかかりにくくなりました。マップ調整で結構次大事なやつなんですが、埋没都市にも調整が入っていて、でどんな調整が入ったかっていうと、まず勝利条件が3ポイントに変更されましたね。で、あとはコアが半壊した場合に防衛側がコアの防衛に成功してもポイントが入らなくなったので、より一層ね、エリア取りが大事になります。この調整に合わせて、なんとヘッドクォーターズモードはカジュアルマッチのみでのマッチングになるみたいです。いや、ちょっとこれ悲しいですよね。なんだかんで言ってね、コア破壊できた時はね、楽しいモードだったんで、ちょっと寂しい感じはします。はい、ということで今回は調整について触れていきましたが、皆さんが気になった調整はありましたか？この調整はやばいなど意見がありましたらコメント欄にてご意見をお聞かせください。それではさようなら。